今回はこれを作ります。このホマロメナは村 B の滝の崖に生えていたホマロメナなんですけど、5ヶ月ぐらい経ってもまだこの小ささのままなんですけど、他の株はすごくでっかくなりました。なのでこの大きさのままを保つっていうわけではないと思います。現地葉もそのまま残っていて、根もかなり張ってきているので結構元気だと思います。で、自生地を見てみるんですけど、こういうところに生えていて、ここは滝を挟んだ斜面です。周りには苔とテラジネラなどが生えていて、落ち葉もたくさん落ちています。全体的な印象としては、栄養分が豊富なところでウハウハで超元気に生えているという感じではなくて、なんとかやっていけてるっていう感じです。裕福に暮らしてるという感じではないんですよね。で、これが一番のポイントなんですけど、このホマロメナですね、こういう風に根が露出して生えていました。この右側のところにたくさん根が出ているのがわかると思います。ただ完全に地上に出ていて着生卵みたいに活着しているかというと、そうは言い切れないなと思うんですけど、これは地生の植物の生え方かというとそうでもないと思います。で、着生の定義は木に着生していることらしいので、便宜的にですね、これを半着生と呼んでいこうと思います。で、今回のレイアウトの目標はこの半着生の衣装を再現することです。で、どうやって再現するかというと、この自生地の土っぽいものを作っていきます。これは冒頭で見た株と確か同じものなんですけど、それを抜いてみたところなんですけど、粘土質の土ですね。で、この土は若干砂利を含んでいて、ジャリジャリゴロゴロベタベタしています。ふかふかの土ではなくてギッチギチな土を作ったら半着生の衣装が作れるんじゃないかという仮説でやっていきます。土は肥料成分を含んでいないと言われる鹿沼土と赤玉土を使います。まず鹿沼土をちょっと入れてみて砕いて濡らしてみるんですけど、黄色くて若干ネバネバする土が作れました。これだと自生地の土と比べて黄色すぎるので、赤玉土を混ぜて彩度を落としてみようと思います。赤玉土は濡れると黒っぽくなるので結構濃い茶色になりましたね。鹿沼土を追加で混ぜて色味を調整していくんですけど、これぐらいでいいんじゃないかと思います。で、この自生地の土はジャリジャリしていたっていうのと、岩盤質なので若干気流砂を混ぜてみます。比較するとこういう感じなんですけど、だいたい近いような気もするけどちょっと明るすぎる気もしますね。ただ触ってた時の感じは結構近い感じになりました。この土を使って壁を作るための土台を作っていきます。ガラスポットに直接土をつけていってもいいんですけど、ガラスポットは小さいのでガラスポット内でごちゃごちゃやりたくないので、こういう土台を作ってみました。前の方が網網になっていて、後ろに土が入れられるスペースがあります。ガラスポットにはめるとこういう感じですね。ぴったりです。若干小さめに作ってあります。ここに先ほどの土をつけていくんですけど、くっつくかどうかわからなかったんですけど、鹿沼土が結構ベトベトするのでくっつきましたね。立ててみても大丈夫そうです。全体的につけていきます。
ガラスポットにはめても大丈夫そうです。レイアウトしていきます。自生地を見ると枯れ枝、枯れ茎、落ち葉などがたくさん落ちているので、これは多分着生蘭か何かの枯れた枝だったと思うんですけど、これをはめてみます。小さいスペースですけど、レイアウトするときは斜めのラインが欲しいので、これで斜めのラインを作ります。はみ出た部分を切っておきます。ガラスポットは小さいので、ホマロメナを植えられる位置としてはもうほぼセンターしかありませんね。なのでほぼセンター位置に若干左に傾けて植えます。半着生なので貼り付けたかったんですが、さすがにそれだと固定できないので穴を開けて、今生えている根は土の中にほとんど埋める感じで植えます。これはキリウスナのでっかい塊なんですけど、これを埋めて岩盤質を演出します。他にもキリウスナの大きいものを埋め込みます。苔を自生地みたいに斜め下、斜め上につけていきます。これは腐葉土のかけらなんですけど、これを貼り付けて全体的に汚していく感じですね。だいぶ濃くなってきました。で、落ち葉を埋め込もうと思ったんですけど、なんか不自然な感じになったので、これは後で取っちゃいました。これでおおむね完成なんですけど、立ててみて大丈夫そうですね。岩盤質の崖なので、後ろのスペースにキリウスナを詰めていきます。定称にはキリウスナと腐葉土を入れておきます。これでだいたい完成ですね。前の方には落ち葉や枯れ枝などを入れました。1ヶ月半経ってどうなったかというと、結構育ちましたね。まずホマロメナは壁に垂直に植えていたんですけど、光の方に向かって上に伸びていい感じになっていると思います。あとここがポイントなんですけど、根が活着するように上の部分に生えてきてますね。自生地から切り取ったかのような衣装が作れているか試すために背景に自生地写真を貼って写真を撮ってみたんですけど、どうでしょうか。自生地写真の前に置いてもそんなに違和感ないものになってるんじゃないかなと思います。あと目指した半活着の衣装なんですけど、この辺ですね、実現できてるんじゃないでしょうか。あと全体的なレイアウトとしては、この割と大きめな枯れ茎を埋め込んだのが結構効いてると思います。
まとめなんですけど、ホマラメナが思ったより短期間で元気に育ちました。すぐ全体的に上に向かって伸びたので、土が結構いいんじゃないかなと思います。鹿沼土は酸性なので良い作用があったのかもしれません。他の種類でも試してみたいところですね。結構硬い土を作ってやってみたんですけど、ホマラメナの根が活着して狙った衣装ができたと思います。レイアウト的には枯れ茎が結構効いてますね。あと落ち葉腐葉土も雰囲気にだいぶ貢献してると思います。ガラスポットはスペースがかなり限られるので、要素はこれぐらいでいいんじゃないかなと思います。要素を増やしすぎるともうぐちゃぐちゃになりますね。反省点としては、土の色が自生地よりは赤っぽくなってしまったかなと思うので、もう少し茶色寄りの方が良さそうだなと思いました。あと壁の傾斜が今90度近いんですけど、もう少し全体的に下の方に向けて斜めにしていたらもうちょっと雰囲気が良かったかなと思います。ということで、バイバイ。